ベトナム戦争とカンボジア独裁政権誕生。1965年ベトナム戦争勃発。シアヌーク国王統治下のカンボジア経由で物資供給をしていた北ベトナムのルートを潰すため、南ベトナムはアメリカ支援のクーデターでシアヌーク国王を追放。それにより親米政権がカンボジアに誕生した。これに国民は反発。国民からの支持を得たポル・ポト率いるクメール・ルージュがそれに対抗した。1973年、アメリカがベトナム戦争から撤退。それに伴いカンボジアの親米政権も崩壊。ポル・ポトによる独裁政権が誕生した。ポル・ポト政権大虐殺まで。ポル・ポトは原始共産主義思想の持ち主だった。原始共産主義では階級格差のない原始社会が理想の姿であると考える。原始社会にはない学校、病院、工場、紙幣などを廃止、国民を農業従事者にし、医師や教師などの知識人を殺害。また政策に反する国民とその家族も虐殺した。1975年4月から1979年1月まで続いたポル・ポト政権で、カンボジアの人口の約4分の1に相当する約200万人が虐殺された。プノンペンには現在トゥールスレン収容所、現在の博物館、そしてキリングフィールドがある。今日は2024年2月3日世界周遊55日目です。ということで、まずカンボジアの首都プノンペンにあるトゥールスレン虐殺博物館にやってきました。それではね、早速中に行きたいと思います。まず入り口でチケットを購入します。大人が10ドル、子供が8ドルです。それではオーディオガイドを借りて中にやってきました。ここトゥールスレン虐殺博物館はもともと収容所、そして尋問や拷問を行われていた場所です。ただその用途になる前、ここは高校でした。確かに学校らしい雰囲気が今でも残っています。外に作られているこれは、ここに人を吊るして気絶した人をこの下の亀に水をためて、頭から突っ込んだそうです。敷地内とても広くて、全部で A から E 棟まであります。 C 棟にやってきました。ここは拷問とか尋問ではなくて収容されていた場所で、こんな感じでね、金網が張られています。要は脱走防止です。はい、ということでトゥールスレン収容所、現在のトゥールスレン虐殺博物館を見学してきました。では次は、ここでね亡くなった方を埋葬する場所がなくなって、それで作られたキリングフィールドに行きたいと思います。はい、ということでプノンペン市街から約30分でキリングフィールドに到着しました。ということでこれからここキリングフィールドをまた見学したいと思います。まず入り口で入場券を購入しました。1人6ドルでオーディオもね借りられます。ここキリングフィールドで亡くなった方々は、先ほど言ったトゥールスレン収容所に収容されていた方たちです。1976年頃、1週間に1回または2回ぐらいトラックで約30人の人がここに運ばれてきました。
それが1978年あたりになるとほぼ毎日トラックで、輸送されるようになって、1回の人数が300人近くになったそうです。ここ当時は三方を高さ 2.5 メートルの壁、そして一方を池で囲われていたため、中に何があるのか周辺の住民は誰もわからなかったそうです。この屋根で保護されている場所は450体の遺体が発見されたお墓です。この敷地から約150近いお墓が発見されたということです。今でも雨が降って地面が削れると人骨が出てきたりとか、あとは衣服のかけらが出てきたりとか、今でもねたくさんの方が、発見されています。そしてこの右手、木がたくさん生えているここが実際に処刑された、キリングフィールドです。ここからが実際に人々が処刑された場所になります。この地が処刑場になる前、ここは中国人墓地だったそうです。私が今歩いているこの道はキリングフィールドを洪水から守るために作られた堤防の上の道です。ここ周辺にはまだ発掘がされていない40近いお墓が残っているそうです。私の左手、ここにも水が広がっていて、中には水没してしまっているお墓もあるそうです。ではちょっと止まって耳を澄ませてみましょう。鳥のさえずり、木のざわめき、風の音、今ではとても平和な様子がうかがえます。ここで処刑された方は何も収容されていた方たちだけではありません。反抗したり秘密を漏らしたクメール・ルージュの兵士たちもここで処刑されました。ここでは166体の遺体が見つかったそうです。その中にはクメール・ルージュの ID をつけた方もいたそうです。2、3ヶ月に一度、今でも衣類の回収、そして遺骨の回収が行われています。この布はこの地で発掘された布、衣類です。この正面の墓穴は子供たち、そして若い女性の墓穴です。処刑される前、衣服を脱がされ、性的暴行を加えられ、そして処刑されてこの穴に放り込まれました。隣にあるこの木、キリングツリーと呼ばれています。赤ちゃんの両足をつかみ、頭をこの木の幹に打ちつけて処刑したそうです。当時ここには赤ちゃんの髪の毛、脳みそ、血痕がたくさん残っていたそうです。この木で処刑された後、同じように隣の墓穴に放り込まれたそうです。正面にあるこの大きな木は菩提樹の木です。仏教では釈迦が悟りを開いた木として知られています。しかしここではスピーカーが吊る下げられ、大きな音で音楽が流れていたそうです。その理由は周辺住民に処刑された人たちの叫び声、うめき声を聞かせない、かき消すために流していたということです。最後にやってきたのは慰霊碑です。
蓮の花とお線香をお供えしたいと思います。